ジャニーズ WEST 桐山明人とジャニーズ WEST 中間淳太のレコメン。さあ、文化放送からお送りしてますレコメンですが、ここからですね、キング&プリンス永瀬廉君の登場なんですが、なんと最近廉君は同じグループのね翔君に負けたくなくて、こそこそ練習してることがあるそうなんですよ。こそ練してることが。こそ練なんでしょうね。聞いてみようね。やっぱりきりたんぽのこのね棒を刺す練習とかね、やっぱ負けたくないじゃないですか、もしやるんだったらね。さあ、いいですか、他ないですね。よく止まりな。なんででしょうね。聞けばわかるさ。さあ、というわけでございまして、CM の後はキング&プリンス永瀬廉君のレディオガーデンです。キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。こんばんは、キング&プリンスの永瀬廉です。イエス、いや、こんばんは。実はこれカウントダウン TV ライブの生放送、先ほどまで本当にアンドラブとオバンスの方をバンスしてきたんですけど、その後で撮っております。なのでこんばんはです。だから本当なんてでしょう、ニワラジがやってる時間近い時間でございます。こんばんは。ナイトの永瀬廉です。ナイター永瀬です。そうだ、テンション高いのよ。まだちょっとアドレナリンが残ってる。そう、バンスとアンドラブ初披露やったもんね今日。だからもう本当アンドラブ披露する前、本当みんなでハイタッチでかまそうぜみたいな。結構バンス全編英語で難しいし、口とかもね、振りも本当にかっこいい感じの曲やったんで、みんな気合が入ってたというか、さらにね、いつもより。そうだからみんなでバンハイタッチ頑張ろうなみたいな感じでやってたんですけど、裏では無事ね、みんな失敗なくできました。だからそれも嬉しいね。今ねちょっとそこのテンションが上がってます。見てくれた人ありがとうございました。てなわけで、弱虫ペダルが公開されてもう1ヶ月なんですよ。早いもんでも。なんかその映画のスタッフさんとも話してたんやけど、もう公開されて、もう俺自身のさ弱虫ペダルの稼働がなくなるっていうのなんかもう寂しいよねっていう、いろいろあったの、やっぱ弱虫ペダル問題が。例えばもう自転車に乗りながらの撮影っていうので、まず初めてやったみたいで、スタッフさんももちろんみんな。だから本当に予想以上に時間がかかってしまって、これスケジュール足りないみたいなっていう問題で、もう本当何回も中止になりそうみたいなっていうのを聞いたから、余計に確かに俺自身ももちろん辛かったし大変やったけど、無事公開できたっていう流れからの、もうあっという間に終わっちゃったから、すごい寂しい気持ちです。で、評判は上々です。上々どころじゃない、めっちゃいいのよ。マジでありがとうございます。たくさんの方に見ていただいて、マジ見てくれたファンの方々ありがとうございますっていうのをまず感謝伝えたかったんですけど、あと原作ファンの方々からもすごい好評いただいてるみたいで、なんかもうI'm so happy だね。嬉しいね。友達も見てくれて、あとさ、前言ったさ N さんおるやん、マネージャーの。もう今はジャンプの移動しちゃったんやけど、もともとキンプリやってくれてたマネージャーさん見てくれたみたいで、めっちゃ良かったでっていうの感想いただいたり、すごい本当に周りからも、いやすごいねみたいなっていう感想をすごいいただけたので、もう頭が上がらないです。見ていただきありがとうございました。本当にまだまだ公開中ですので、映画弱虫ペダル引き続きよろしくできたらなと思います。本当にありがとうみんな。それでは今夜もレディオガーデン始めていきましょう。文化放送からあなたにお届け、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。今週の王国事件簿、永瀬廉そしてキング&プリンスの周りで起きた事件を見出し風に紹介し、それについて話していくトーク企画です。まず最初の見出しはこちら、キンプリゲームにハマるです。僕はもうハマってるんですけど、その携帯の方でできるゲーム、みんなでできるやつがあって、それにめちゃめちゃハマってます今。全員銃を持つゲームなんですけど、カイトに入れてって言われて、僕とショーとか神宮寺とかも入れ始めて、で4人でやってるんですけど、キスさんもちろん入れようとしてくれたんですけど、キスさんスマホの容量が足りんくて、ギガ数ね、あの子だけできてないのよ。ダメだカイト、
俺ギガ数足んねえわっつってゲームできてないのよ。だから俺ら4人でワイワイ声出しながらやってる横で岸さんは太鼓のゲームずっとやってます鬼無事みたいな全然できねえんだけどみたいな、太鼓のゲームずっと一人で、なんなら俺らに負けないぐらいの一人で喋ってる、ワイワイ感出してるで、うまさはこれまたショーがレベル高くて、カイトから始まったのにショーもう4、50レベみたいなで、カイトが30レベ、俺とジンが最近始めたから2レベ、ジンも1レベとか、俺とジンが一緒ぐらいで、ショーだけねやり込んでて、一人だけ25キルみたいな。いやめっちゃ悔しい。俺ゲーム好きやん。でショーに負けんのすごい悔しくて、あんまゲームやってるイメージないやん、ショーって。だからちょっとこそ練しようかなみたいな、出るのよ、マッチリザルト的な感じで、誰々ユーザー名が出て、ユーザー名で1位2位3位みたいなポイントスコアの123が出るけど、そういつか真ん中に立ってやりたいなっていう岸さんスマホ変えてっていう一言、それかアプリ消してほしいね容量開けてほしい。たださ、そういうのってめっちゃギガ数食べるっていうか食うから俺めちゃめちゃでっかいのにしてるのね。だから入るんやけど、多分岸さんのね倹約が出ちゃってるね。多分5ギガぐらいなのかな、多分入る容量わからんけど、もっと多いとは思うけど、さすがに岸さんだけできないっていうのがまた岸さんらしいというか、だから早く5人まで5対5なのよ。そうだから本当キンプリ艦隊で世界中の人たち蹴散らしたいですね。じゃあ続いての見出しいきましょう。永瀬男気ないです。今まあ残念なことにそのライブが中止になって配信っていう形になってしまったんですけど、それのリハもあるわけで、リハをしてるんですよ最近。でその時にお昼ご飯を出前で頼むんですけど、毎回男気じゃんけんするんですよ。で勝った人がめちゃめちゃおごる人が一人いて、神宮寺。そう回数的には神宮寺が多いねんけど、なぜか払った金額は岸さんが一番多いっていう。で俺なぜかなんで男気ないっていうのは、俺おごったことがないの今まで。このリハ中だけじゃなくて今まで何回もキンプリ5人6人で行ってんねんけど、1回も払ったことがなくて、で携帯が違うの、その時によって。最近は大体男気で買った人が全部おごれんねんけど、負けた人がおごるっていう時もあって、そういう時も俺そういう時に限って買ったり、そういう時に限って負けたりとか、めっちゃ運がいいのよ、ありがたいことに。だから俺が負けた時今まで一番高額の時とか払いそうな時に来そうで怖いよねこういうので払ってないと。でも今3年払ってないから、メンバーとのご飯会俺1銭も出してないから、3年間払ってない俺だけ。何十周年までいけるかね、この感じを払わずに。払いたいんだけどね、気持ちは。いやでも本当に結構な数やってて、5分の1ってそこまで、高くもないし低くもないし、全然あるやん。なんだおごる可能性でも払ってないから、あとそういうものが強いんだよね俺。なんかがかかった時って強いよ、勝負に。ありがたいことに運の良さを持たせたいと思います。払った時またこのコーナーで報告します。ついに負けたって言います。こんな感じかな。ということで以上、今週の王国事件簿のコーナーでした。それではここで一曲お送りします。キング&プリンスで波打て心、どうぞ。 Listen to my heartbeat 波打て心、なりたい自分はきっとまどろむままバスタブの中潜り込んで、ため息深い浮かべた、ぶつかったり重なったり泡のような心の相変わつかめないまま、一息じゃこのムーンライト優しくしていたいのさ。だから今夜語りかけてみる myself、 耳を澄ませば Listen to my heart
刻すキングプリンス永瀬廉のレディオガーデン。文化放送からお送りしますキングプリンス永瀬廉のレディオガーデン。リスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきましょう。兵庫県は直美さんからいただきました。レン君こんばんは。レン君こんばんは。こんばんは普通に読めばいいか。映画お疲れ様でした。主題歌のキーオブハートをミュージックステーションで見ました。翔くんが盛大に歌詞を間違えてましたね。ファンからしたら超可愛いシーンでした。その後レン君がソロで歌ってる後ろでメンバーが顔を合わせて歌ってるのを見て高校生かと思いました。その後楽屋などで何か話したりしましたか？ぜひ翔くんのいじられ話が聞きたいです。噛んでたね。胸の中は胸の中ってことか。だからめちゃめちゃ胸やったのね、翔が言ってたのは。扉の鍵じゃなくて胸の中に胸の中重ねちゃってるから間違い方も面白くて、なんかいじる前にでも翔が言うのよ。俺やっちゃったみたいな。自分からいじられに来るスタンスの人やから先手取られたね。だからそれで結構スタッフさんも含め何やってんだよみたいな感じになってたね。笑い話です。でも面白かったねあれ。素直に歌いながら笑っちゃった。あれ面白い。なんか俺恋煩いめっちゃ歌詞間違えた。少クラと M ステで1番の時はが多いねんけど2番を歌う機会が M ステと少クラであって、で俺サビのパートで完全無欠だ。完全無欠見つめるほどにわーってあんねんけど、その完全無欠の部分が難攻不落って1番の歌詞で歌っちゃうっていうのが2回連続であって、なんて言うんだろうね、テーペロですよね。いやほんとごめん、違うのよ。なんだろうな、ほんと申し訳ないですけど反省してる。一回完全無欠が難攻、ごめん無理、言い訳できんかった。思い浮かばんかった。だからジンもその時間違えてくれたから2人で怒られました M ステの時は。いや多分さファンの人はさ相当いじってると思うよ。俺が悪いからもういいねんけど、ほんと歌詞間違いはダメですから、キンブリ一度気をつけます。すいません。カイトもよく間違えるね、歌詞ね。キッさん間違える。だからみんなでほんとダメだな。やっぱ楽しくなっちゃうんだろうね多分。ほんと気をつけます。すいません。てかさ、今思い出した。最近さ、俺 A グループのライブ配信してたやん。俺あれ見た。A グループ夜中マネージャーさんに送ってもらって、なんか松竹座が懐かしいな。なんかリハ中さ座席に座んねんけど、俺ここでよくおったわみたいな。リハ中座って先輩のやつ見てたわみたいな。でさ A グループ最初シンデレラガールから始まったやん。でさ正門が俺の立ち位置をやってくれてて興奮を覚えたね。なんか熱くなった。カイト風に言うとエモい。いやーなんか6人がそれぞれのパートを歌ってて嬉しかったね。別にさ正門見てとも言われてないし見れるとは限らんやそのパフォーマンス。でもその中でも正門が俺のじゃあレンのパートやるわって言ってくれてたらエモいね。あいついいやつなのよほんと。俺が女の子だったら彼氏にしたいトップ10には入ります。トップ10広いか。でもナンバー5ぐらいには入っちゃうかもしれない。優しいしいじれるしボケできるし突っ込めるし面白い。飯行こうっつったら大阪から駆けつけようとしてくれてたからね。であとなんかリチャ君がいい感じになんて言うんだろう、俺ら世界目指してるからシンデレラガールいいリチャ君がグローバル感というかそういうものをシンデレラガール出してくれてたし、あとセイヤはちっちゃいね身長。なんかねセイヤ俺会った時に絡みに行くねんけど、セイヤと服のかぶり方が尋常じゃないのよ。リングとかカバンとか
いやーせいやパクらんといてよ、いやお前らパクったのはっていう絡みをすごいいつもしてんねんけど、でも勝手にせいやって呼んでんねんけど、そして大先輩やけどね、コジケンとかも良かったし、俺が知ってるコジケンってコジケンでかぶっててんけど、その俺が関西人やった頃、今すごいしっかりしてる感じがしてて、で俺が知ってるのは寝癖つけて楽屋で漫画読んで昼寝してるイメージがあったの、すごくね。で常に口半開きみたいな、っていうイメージがあったのに、すごいかっこよくなってた。すげえなと思って、こんなに変わったんやというか、男になったというか、あんま知らんかったからこそその変化に驚いて、で福本さん大勢ね、福本さんのイメージは腹踊りの子です。同期なのよ。でその時入った入所当時、ずっと腹踊り、お腹をウェーブさせるのを踊ってたっていうイメージがあって、でもすごいね、みんな楽器できんねんな、すごいね。で佐野くんも曲作ったりしたやろ、歌詞それも聞いて、ドラムもやって器用な、すごいグループだなと思いました。なにわ男子も見ました、ライブも。感想はじゃあ今度時間がある時に言いたいと思います。いや、罪と夏歌ってたのがでも一番懐かしかったね。小倉で歌ったのよ。なんかまたいつかどこかで罪と夏ね、まさかのねギター弾いてもらって歌えたらなって思います。てなわけで、質問や感想、伝えたいことなどどんなことでもいいので番組宛てにメッセージを送ってください。宛先はエンディングでご紹介します。King&Prince 永瀬廉のレディオガーデン。今夜もエンディングの時間になってしまいました。ここで僕永瀬廉からのお知らせです。King&Prince のセカンドアルバムランドが現在発売中です。そして皆さんご存知の方が多いと思いますけど、なんと永瀬廉単独で CM 出演させていただきます。ありがとうございます。嬉しいね。県営製薬さんのフィルマイルドの CM に出させていただくことが決まりました。ヘパリン類似物質が効くのよ。乾燥肌治療薬みたいなお薬なんですけど、すごいよ、もうめっちゃいいから皆さんぜひご利用してください。 CM 放送開始日は9月12日となっております。家でさテレビ見てて、ふとした瞬間に俺一人で CM やんのよ。いやー、なんかムズムズするね。いやー嬉しいな。ありがとうございます。皆さんよければチェックしてください。この番組では皆さんからのメールを募集しております。質問や感想、伝えたいことなどどんなことでもいいのでメッセージを送ってください。メールアドレスはlen@jocura.net ren@jocura.net です。いよいよお別れの時間ですが、ここで恒例の雑学メールをご紹介します。東京都は水木さんはいりませんとのことなので、水木からいただきました。坂道くんにちなんでアニメの雑学を送ります。ドラえもんに出てくるジャイアンには郷田武史ですが、その妹のジャイ子は作品内で本名が一回も出てきてないのです。ジャイ子と同じ名前の子がいじめに遭うかもという藤子 F 不二雄さんの思いやりだそうです。これには私もびっくりでした。なるほどね。すごいね。これ有名ではないよね、多分ね。ドラえもん相当好きやけど知らんかったもん。すごい思いやり。漫画家さんとしてのプロ意識というか、さすがだなと思います。坂道くんも今泉が好きって言ったからね。映画作中で好きなアニメ何ですかって言ってドラえもんって言って、そのつながりっていう感じなんですけど、ありがとう。面白い雑学でした。てなわけでお相手はKing&Princeの永瀬廉でした。それではまた来週、バイバイ。